こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、すがすがしい雰囲気のイラストですよね。月ピンさんの作品で、タイトルは随帳を夢見る。企画展に出した作品です。平和を夢見て随従を探す少女と随従の一瞬の出会いを描きました。添削してほしい箇所は、私自身はライティングやパースが苦手で、そのせいで全体的に絵が平面的に見えてしまうと感じています。空気遠近法や色彩遠近法などを取り入れてはいるのですが、もっと空間を感じさせる技術があれば教えていただきたいです。ご鞭撻のほどよろしくお願いします。ということで、月ピンさんご応募ありがとうございます。いろいろとね、気にされているようですが、まずは率直に絵を見て、すごくね、考え方がしっかりしていて、きちんと組み立てられた絵というのが分かります。こうやってしっかりと頭で構築された絵を描く方は、一つ分からないパーツがね、生まれば、それを足がかりにしてどんどんと上達していけると思いますので、今日はその上達の足がかりになるパーツをね、お伝えしようかと思います。この動画を見ている皆さんもね、同じように悩んでいらっしゃる方いると思います。なので、ぜひ最後まで見ていただき、問題解決の糸口にしていただければと思っています。さて、もう一番大事なこと、最初に言っちゃいます。この絵がなんか平面的に見えてしまって、あんまり空間が感じられないのか、その理由はですね、まさにご自身が言っていたパースの問題です。使うパースがね、間違っているので、空間が表現しきれてないんですね。はい。間違っているっていうほど間違ってはないので、さらに気づきにくいんですが、わかりやすいように具体的に言うとですね、この絵は二点透視法によって描かれた絵です。一方は画面外だと思うんですが、この辺かな。画面外ですね、こっちは。この点に一つ目の消失点があって、こっちは、この辺に消失点がありますね。はい、両方ともね、画面外でした。こことここに消失点がそれぞれあって、でここからね、放射状に線を引っ張ってきて、そのパースに沿ってね、建物の奥行きを決めているんですね。はい、この考え方自体は全くもって正解です。何も間違っていません。はい、よく勉強されていますね。素晴らしいです。はい、ただですね、もっと空間を感じさせたい時にどうすればいいのか。さらにもっと言うと、この絵はですね、意識を上に持っていきたい絵なんです。だってですね、ここに女の子が探し求めている随従がいて、それを女の子が一瞬目撃するというね、シチュエーションを描かれた絵ですからね、上に向かって空間を感じさせたいわけなんです。なのにそれをちょっといまいち感じられない。だからそこがですね、問題なんですね、この絵は。じゃあどうやって意識を上に持っていくのか。その答えがですね、3点透視法を使うことなんです。3点透視法を使うことで、この絵はかなり空間を感じられる壮大な雰囲気の絵にすることができると思います。はい、それとですね、色の問題もあるんですが、全部ですね、先に言っちゃうと頭がね、逆に混乱してしまうと思うので、色についてはね、やりながら解説していきますね。それでは早速いってみましょう。はい、まずですね、2点透視法を3点透視法にするってどういうことなのか、簡単な図説で解説します。はい、今はですね、さっき言ったようにこんな感じで2点透視法になっていると言いましたよね。ただ意識を上に向けていくためには消失点が1点足りないんです。上に向かってもう1点消失点を作って、建物のこのラインがですね、このラインが、今ですね、全部こう垂直に書かれているんですが、これがですね、その消失点に向かってこんな風にパースがかかっているように書く必要があるんですね。はい、そうなんです。消失点が1点、2点、3点あるから3点透視法っていうんですね。この3点透視法によって描かれた絵は、消失点に向かって目線が誘導されるので、はい、こんな風にね、こう誘導されてしまうので、縦に向かっても奥行きを感じられる絵になっちゃうんですね。さあ、そんなこと言われても本当でしょうか。はい、実際にやってみましょう。はい、こんな風にですね、左側だけやってみました。かなりね、想像力がある人はこの時点で空間の広がり認識できたはずなんですが、まだちょっとね、中途半端なので、多くの人はまだ空間感じられないよっていう人多いと思います。はい、逆側もやってみましょう。右側の建物にも3点透視パースをかけて、上に向かってすぼまっているようなラインを作りました。どうでしょうか。さっきと比べると圧倒的に上に向かって、ほら、
広いような空間を感じる絵になったのがお分かりいただけると思います。ほら全然違うでしょ、これだけで。なんかね、それに伴ってあれ上の方に何書いてあるんだろうっていう風に意識や目線自体が上に向かっていくのがほら感覚的にね分かるようになりましたよね。はい、パースってですね、理屈とかは、なんとなく分かるんだけど、でもいまいち使いどころが分かんないなっていう人多いと思うんですが、はい、パースはですねこうやって使うんです。目的が分かると一気にね使い方分かってワクワクするでしょ。さあただですね、ちょっとこうやってもまだ空間の広がりがいまいち伝わりきらない部分があります。それがですねこの奥行きですね。はい、画面のですねこの奥に向かってこの空間があるんですが、ちょっとこの作品ですね、ここに道があるので奥に空間があるはずなのにいまいちですねそれを感じられません。それはですね、これ理由は簡単なんですが、階段で隠れて道自体が見えてないからですね。はい、それを解決するためにはこうしちゃいましょうか。はい、階段を書き足しちゃいました。奥に向かって道があるのはわかるんですが、どうしてもね真っ平らな道だとどうしても道を書くのができません。坂道にすればねできるんですが、でもねこうやって階段にすることで奥に続く道を自然に書き足すことができて奥行きを生み出すことができるってわけなんです。はい、これ結構いいでしょう。さらに元々あったこれも利用しましょうか。これはですねもともと書いてあったものですが、赤い橋のようなもの、これもね奥にちゃんと配置してあげることで、奥に向かって街並み続いてるなっていう感じを強めることができます。そしてちょっとここで色についての添削も交えていきたいんですが、このイラストですね全体的に陰影が一定なんですね。はい、特にねこの影の濃さが奥に行っても手前に行っても、そんなに違いがないんです。若干意識されてるかなぐらい。陰影が一定ということは画面に対しての距離感が同じであるということを表現してしまうことになるので、それが原因で奥行きか空間がいまいち感じられない一つの原因になっちゃってるんです。はい、これですね分かりやすい考え方として、画面に近ければ近いほど陰影は強く、つまりコントラストを強くして、そして画面から遠ざかれば遠ざかるほど陰影は弱く、つまりコントラストを弱くすることによって距離感を表現することができます。はい、まずは建物の陰影調整してみましょう。人物はね後でやってみます。さあ行ってみましょうか。はい、建物の陰影追加しました。そうだ、あとですね手前の建物がちょっと、ここでねこうぶった切れてしまっている状態なので、ここも自然に手前がつながっているように書き足しましょう。このままだとね空間が終わってしまっているみたいな感じになっちゃいますから、まずはね左側から書いてみますね。はい、こんな感じ。さらに右側の手前の建物を書き足してみましょう。やってみます。空間的にね自然につながりましたね。あとここも色についてなんですが、光の色について意識することも結構大事です。今だとですね画面全部の光がちょっとこう青っぽい光になっていると思うんですが、画面手前だけは黄色っぽい暖色寄りの光にしてあげることでも、画面奥が青い光、画面手前が黄色い光っていう感じで、それでもね奥行きを表現することができます。やってみましょうか。はい、階段に黄色い光を追加しました。こうするだけでほらここが画面手前にほらせり出してきた感じがするでしょ。はい、色ってね結構大事なんですね。はい、そしてコントラストも強めるために影も若干調整してみましょうか。やってみます。
はい、こんな感じ。さあだいぶね画面奥と手前とで奥行きが生まれて空間が感じられる絵になったのがわかると思います。あと背景で調整したいのは空ですね。結構空の色が淡いので空に書いてある随従が目立たなかったり空に視線が行きにくい問題があると思います。キャラの色もねこう結構白いのでそれと相まってちょっと対比が弱くなりがちですね。空の青をもう少し濃くしてみましょうか。やってみます。はい、こんな感じ。こっちの方がね結構主人公が浮き立ちますよね。さあそして雲を加筆します。はい、こんな感じですね。全部がね下から上まで青色だとちょっと建物のシルエットが必要以上に際立ってしまうこともあるので、建物の部分はねこんな風に雲を描いてあんまりシルエットを際立たせすぎないように余計な部分に意識を持っていきすぎることを避けたいと思います。あとやっぱり随従なんですが、この随従ですね、これあれですかね、キリンですかね。ちょっと後ろ姿なのであんまり見えないんですが、これ別にですね後ろ姿じゃなくても例えばね横向きでもいいと思うんですよ。横向きにしても一瞬の遭遇感みたいなものは消えないと思うので、はい、このキリンさんですね分かりやすく描いてあげたいと思います。やってみます。はい、なんだろう、若干 ET を思い出しますが、この絵のメインテーマまさにねこの部分だと思うので、しっかりと分かりやすく表現してあげるのが大事ですね。さて背景はこのぐらいにして女の子行ってみましょうか。女の子自体はねしっかりと描かれているので、あんまり大きな変更点はありませんが、やはりさっきも言ったようにコントラストが全体的にちょっと弱いせいで存在感をあまり感じず、それが絵の奥行きのなさにつながっている部分があると思います。顔はですね髪の色も相まってかなりしっかりとコントラストがついているんですが、特にこの服ですかね、服の部分の影若干濃くしていきたいと思います。女の子の服の影濃くしてみました。はい、いいですねいいですね。これだけでも存在感が高まってきました。さらに肌色の影、ここもね調整してみます。はい、これだけでもかなり違うもんでしょ。さらにちょっとここは色とは関係ないんですが、髪の毛の流れですね。これ多分ねこうツインテールだと思うんですが、ちょっとねこう片側だけに寄ってしまっているのでバランスがねあんまり良くありません。なのでもうちょっとだけね右側も描き足します。やってみます。はい、髪の毛の流れを付け足しました。あと髪の毛にもですね光をもう少し足してあげるとさらにコントラストが際立って前後感を出すことができると思います。こうです。はい、こんな感じ。あとですねこれ超細かいですが、目のハイライト、これもですねもうちょっと強くしてあげるとそれだけでも作品の印象強くなると思います。それとですねこの顎の形ですかね、これがちょっと不自然に見えるのでもう少し自然に見えるように合わせて調整しますね。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。はい、いかがでしょうか。ちょっとね奥行きが足りない、空間が感じられないことについて気にされていましたが、かなりね空間が出たのではないかと思います。はい、今回は3点投資法によって横方向に向かっての奥行きだけではなく縦方向上下に向かってのね奥行きも作って目線を上に向かわせるための方法、そして色ですね、コントラストを強めることによって画面の奥行きを強調する方法について合わせてお伝えしてきました。いかがだった
ったでしょうか。また今回はですね、パースについての解説、これ結構簡単に済ませてしまったんですが、もしパースについてもっと詳しく基礎的な部分を学びたい、ちゃんと理解したいという方はですね、こちらの動画完全解説イラストのパースこれができればプロですをご覧ください。パースについての基本的な考え方、そしてちょっとした応用編までをね、この動画1本で学んでいただけると思います。それでは最後に、あれ、この姿だとじゃんけんできませんね。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。